ます。こっちがポポテトゼロで続けていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、アタックサージの上昇値調べてみたやっていきたいなと思います。ということで、新しいスキル来ましたねということで、新スキルが来たらポテトの動画だろうということでね、やっていきたいなと思います。今回もね、バッチリ判明しましたんで、よろしくお願いいたしますということで見ていきましょう。そして今回はですね、メンバーシップの方にすごく手伝ってもらいました。本当にありがとうございましたということでですね、今日はそれをまとめてお話ししていきたいなと思います。おそらくこの1本でね、ある程度というかね、しっかりつかめるんじゃないかなと思います。新しいスキルアタックサージですけども、説明にはですね、味方がボールを保持している状態で自分が敵陣側にいる時に、スピード数値、スピードに関する能力が上がりますよという形になっていましたよというところですね。なのでスピードはおそらく上がってるんだろうなというところと、スピードに関するの部分がねちょっと謎だなと思いつつ、前回のねシャドウハントの例があったんでね、ちょっと騙されすぎないで頑張ろうかなと思っております。はい、ということで今回の検証なんですけども、まずスピード数値から調べていきます。アタックサージが発動している状態でまず測っていきまして、ペナルティエリアのねご覧のような感じでペナルティエリア内のねスピードを測っていきまして、でその後にですね、アタックサージが発動していない状態を測っていきます。自陣でね走らせて測っていきます。でこの中のこの差ですね、この差をスピードの差が生まれるはずですから、その生まれたスピードの差をスピード数値をどれだけ上げればねこれが埋まるのかっていうのを調べて、逆算的にね調べていきたいなと思います。そうすることでスピードのね上昇値っていうのが分かるんじゃないかというところでやっていきますということですね。で瞬発も同じ方法でやっていこうかなと思っておりますということで、やっていきましょう。で今回ですがジョルディ・アルバを使っていきますよというところで、スピード数値に関しては初期状態ですね、81の状態でやっていきます。瞬発は83になっておりますけども、これは以前のね検証でもやってはいるんですが、最初のここの部分ですね、ペナルティエリアに入るまでのこの部分、だいたいもうちょっとある、ギリギリもうちょっとあるんですけど、芝生でいうと 2.5 本分ここは瞬発に関わる区間になっていきます。でそれ以降はスピード数値が関わる部分となっておりますので、おそらくペナルティエリア内を測ればですね、スピード数値の上昇値が分かるんじゃないかというところでやっていきたいなと思います。さあということで早速やっていきましょう。まずアタックサージが発動している状態から見ていきます。で今回は1秒間60個まで測定をしてきてますよというところですね。はい、というところでですね、見ていただきました4秒40コマぐらいになっておりましたよということですね。たまに39とかね、微妙な1コマぐらいの差は出るかなとは思うんですけども、それぐらいになっていたというところです。ではこれがですね、アタックサージが発動していない状態でどうなるのか見ていきましょう。自陣でね走っていきますよというところですね。これでどれだけ遅くなるかって感じなんですが、はい、ということで4秒43コマとかになっていましたねということで、3コマぐらい遅くなってますよということがわかるかなと思います。はい、ということでこの時点で確実にですね、アタックサージでスピードが上がってることは確かだなということは言えるかなと思います。ここからですね、スピード数字をどれだけ上げればこのアタックサージが発動した状態になるのか、これを見ていきたいなと思うんですけども、一旦プラス5を調べて、その結果によってねちょっと上げるか下げるか見ていきたいなと思います。ということでスピードプラス5してきましたよというところです。はい、というところでだいたい4秒38コマとかになってましたね。なのでさっきのアタックサージの時よりもちょっと早い感じですかね。全体的に速くなってるっていう感じになっておりました。ということはプラス5まではされてないぞということが分かってきたんで、1個ずつここからね下げていきたいなと思います。はい、プラス4ですね。はい、ということで4秒40コマ、だいたいこの辺でしょうね。そんな感じがしております。念のためですけども、もうちょっと低くまでねやっていきたいなと思います。プラス3ですね。はい、というところで4秒41コマとかも出てきたので、ちょっと遅くなりすぎてるかなって感じはするので、スピードに関してはプラス4でしょうね。はい、ということで確定スピードプラス4でしょうという形になっていきますね。なのでシャドウハントとね同じような感じになっているのかなと思います。で一応可能性としてはなんですけど、
綺麗な数字のところで言うとね、プラス 5% っていう可能性もまあなくはないかなと思ってはいます。83の 5% って 4.15 とかになるので、まあ一応4上がりっていうのもまあ納得はできるかなというところと、95の 5% っていうと 4.75 とかになるんで、まあ5上がる、まあ、どちらにしても 4から5がプラスされていく、まあそんなところなのかなとは思っております。まあちょっとこの辺はまたできれば詳しくやりたいなとは思いますけども、現状はプラス4とかで考えておけば問題ないのかなと思います。でちなみにスキルの上昇値っていうのは以前の動画でもやりましたけども、ブースターの上に数値が乗っかっていくようなイメージになりますので、99以上にはなりませんよという形になっていきますので、スピード数値をね102にしたからといってプラス 5% で107になるみたいなことにはならないかなと思いますので、その辺は注意してください。よくわかんないよって人は過去の動画を見てください。じゃあ残り瞬発はどうなんだっていうとこですよね。これをねちょっとやってきたんですけども、ここがねまあだいぶ沼ったっていうね感じになっていきました。ちょっとややこしいことを省いてねお話だけしていきたいなと思います。一番端っこのラインからペナルティーエリアに入るまでのところの時間を測っていくんですが、この瞬発のねスピードがどうやらですね試合によって若干変わるっていうんです。多分おそらく回線とかその辺が大きく影響してんのかなと思うんですけども、そこによってですねちょっと変わってくるという形なんだなというのが分かってきました。なので明確に何以上になったらどれぐらい速くなるっていうのがあんまり見えにくくてですね、いろんな数値やっていたんですが、一旦ね分かりやすい結果だけ見ていきましょう。瞬発を88の状態でですね1秒58コマとかね59コマが出ていたという形になっていきました。でこの試合でそのまんま自陣に戻ってですね、そこで同じ測定をしてみたところですねスピードは変わらなかったわけですね。で一応これいろんな数値でやってみました。一向に変わらなかったという形になっていきましたね。なので初期状態からですね結構いろんな数字やってみたんですけど変わりが見つけられなかったという形になりましたね。はいというところでちょっとね瞬発に関しては謎が多いんですけど、おそらく回線が大きく影響してるんだろうなって感じはしてました。その試合の回線によって若干変わってくるんだろうなという印象がありましたね。たださっき言ったみたいにですね、その1試合の中でアタックサージが発動している時と発動していない状態をね一緒に測るとですねどれも同じだったんで、そう考えるとおそらく瞬発は上がってないって言っていいんじゃないかなと個人的には思っています。で仮に上がっていたとしてもですねめちゃめちゃ大きな差にはなってなさそうというのは一つ言えるかなと思います。あとはアタックトリガーとかがあることを考えるとオフェンスセンスが上がってるとかもちょっと考えにくいだろうなとかね、その辺も思ったりはしました。はいというところで今日は結論です。アタックサージの上昇値はスピードプラス4とします。はいということで見ていただきました。今回に関してはもうちょっと騙されないぞというところで、さっさと結論出したんですけども、スピードプラス4という形ですかね。ちょっと上振れしたらプラス5とかはされてるかもしれないっていうぐらいの心持ちでいいかなと思っております。ちょっとプラス 5% の可能性があるとかね、その辺を考えておくとそのあたりも念頭に入れとくというかなと思います。で瞬発はおそらく上がってないだろうなというところですね。上がったところでちょっとわからないレベルだろうなという印象がありますね。で先ほどもちらっとは言いましたけども、数値上昇系のスキルに関してはですね99を超えないということは何度も言ってますので、例えばスピード102にすればですねアタックサージが発動したら107になるのかとかそういうことにはならないよということはおそらく今までの検証からですね言えるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。その辺の話がよくわかんないよという人は概要欄にねスピードの数値に関してね動画載っけておきますので、そちらを見ていただけたらなと思います。だいぶ頑張ったんですけどどうですかね、うまくまとまってるでしょうか。分かりにくかったらコメントで教えてください。できるだけ質問には答えておきたいなと思います。でも単純にプラス4スピードプラス4ってかなり熱いですよね。しかも自分のビルドアップした時常に発動してるって考えたらかなり面白いだろうなとは思いましたね。実質常に上がってると考えていいだろうっていうね感じはしてるんで、そう考えたらかなりいいなと思ってたりはします。はいというところでいかがだったでしょうか。いやどうですか、このスキルは意外にありかな。シャドウハントよりは少なくともありかなって感じはしてますんで、ぜひね使っていろいろね使用感とかあったら教えてください。ということで今日の動画これで終わりたいなと思います。この動画良かったら参考になった面白かったなと思った方はですね高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。